16号整形外科山田しおり枕研究所の山田しおりです。今回は腰椎椎間板ヘルニアの原因と対策について詳しくお話をしていきたいと思います。腰椎椎間板ヘルニア、国民病とも言われる腰痛の非常に多くの原因になっている一つの疾患、病気なんですけれども、腰椎椎間板ヘルニア聞いたことありますか？はい、知ってます。椎間板が飛び出して神経に当たっちゃう病気ですよね。その通りですね。ヘルニア、英語で言うとハーニエーションというのは飛び出すっていうことなんですね。椎間板が飛び出すから椎間板ヘルニア。ではこの椎間板ヘルニア、よく腰の腰椎椎間板ヘルニアという言葉を聞きますが、腰だけにあると思いますか？首にも起こりますよね。はい、おばあちゃんが首のヘルニア、頸椎椎間板ヘルニアになっちゃったので。そうですか。知ってるんです。そうなんですね。よくご存知でした。実はこちらご覧ください。人間の背骨には頸椎、胸椎、腰椎、首、胸、腰、3つのパーツがありますので、それぞれの場所にそれぞれの椎間板ヘルニアがあります。頸椎椎間板ヘルニア、胸椎椎間板ヘルニア、腰椎椎間板ヘルニア。しかし非常に腰は負担がかかりやすいので、腰椎椎間板ヘルニアになりやすいんです。頻度が高いわけです。なので最も有名ということになります。ではこちら見てください。腰ですね。今横向きに見た時、前側と後ろ側、体をサイドから眺めていると考えてください。頸椎、胸椎、腰椎のこの腰椎の部分だけを取り出して拡大した図というふうにお考えください。ここには腰椎5つの腰の骨があります。第1腰椎、第2腰椎、第3腰椎、第4、第5、そして最後に仙骨という骨があります。これらの5つの骨に挟まれたこの部分を椎間板と言います。1番と2番の間に挟まれているので、この椎間板は1と2の椎間板、2番と3番の腰椎に挟まれているところは2と3の椎間板、同様に3と4、4と5、5と仙骨というふうに呼び名が決まっています。よーく中を見ていただくとこちらです。椎間板の中身は髄核という中心部分と繊維輪という筋張った周りの周辺の部分、2つのパーツに分かれるんです。この髄核という中心部分の組織が何らかの圧迫などを受けて、これがピューッと外に飛び出した状態、これを全体的に見るとこういった、例えば4番5番に起こった椎間板が飛び出した状態、これを椎間板ヘルニアと呼ぶわけです。わかりますかね？この髄核の部分が外に飛び出したものをヘルニアというわけですね。細かい解剖が分かっていただけたかと思います。たまにはこの飛び出した椎間板がポロリッと切れて落っこってしまうこともあるんですよ。そうなんですね。はい、これが滑脱といって、椎間板が切れて取れてしまう。そうするとなんとすごく痛かったことが、痛みが消えてしまったみたいになることもあるんです。確かにそれで神経も当たらなくなりますね。そうです。ただその落ち方によってはもちろんまだ椎間板が挟まれてしまうこともあるので、必ずしもではないんですが、こういったことも起こりうるんだということをちょっと覚えておいてください。はい、どこがどのように飛び出すかによって様々症状が変わります。5つの椎間板があれば5種類の椎間板ヘルニアがあるわけです。
その飛び出した番号によってそれぞれ圧迫される神経が変わってくるので症状も異なります。ここには、青いのが神経なんですが、椎間板がポコッと飛び出すと神経は押されてしまいますね。もしくは管の中に入っているので潰れてしまうということが起こるわけです。その潰れた神経が何番神経なのかということによってその神経の枝から次の症状が変わってくるわけです。例えばこちら見ていただいて、4番目と5番目の骨の間、4番5番の椎間板ヘルニアがもし飛び出したとしましょう。これがちょうど中を走っている神経の枝である5番という神経を圧迫する。これによって5番の領域がずっと痛み、しびれ、ひどいと運動の障害が起こってくるわけです。5番ではなくもう一つ下が押されると仙骨の神経 S という神経が圧迫されるので、5番とは違った場所が痛みが出たりしびれが出たり運動の障害が出たりということが起こるわけです。ですので私たち整形外科医はどこの場所にどのような症状が出てるかによって何番の椎間板ヘルニアが飛び出している可能性があるということが、想像できるわけですね。例えば足の中でも前面がしびれる、このような時は第4腰椎神経が問題があるのではないかと疑ったり、膝から下の外側がしびれる、それも右がしびれるのか左がしびれるのかによって椎間板ヘルニアが右側に飛び出しているのかより左に飛び出しているのかが想像ができます。さらに言えば一番下の仙骨の部分が悪くなるとより足の下の方や裏側、ここに、障害が出てくるときは S 仙骨の神経がやられているということが予想がつくわけです。椎間板ヘルニアどうしても上よりも下の方に障害が起こりやすい、頻度も高いので、よくこの足がしびれたり痛みが出る坐骨神経痛っていうのを起こす確率が高くなってきます。一口で椎間板ヘルニアといってもどこの番号、どこが悪いかによって症状が出る場所も違うということお分かりいただけましたか？はい、よくわかりました。どこがしびれるかどこが痛いかによって、悪い場所が変わってくれば、もし保存的薬の治療リハビリテーションでは治らなかった時にどの部位を手術するかということもおのずと変わってくるわけです。なのでどこに問題があるかということをレントゲンを取ったり MRI という画像診断をすることで的確に責任、病巣、悪い場所を同定していくことがとても重要になってきます。先生、どんな人が腰椎椎間板ヘルニアになりやすいんでしょうか？まずは椎間板の質が悪くなってくる、つまり加齢変化とともに起こってくることがあります。一方で腰にかかる負担が大きい方、例えば運動でも腰にかかる負担の大きなものってありますよね。もしくは労働、仕事でも腰に負担のかかる仕事、重荷を持つであるとか、中腰姿勢で力を入れることが多いとか、こういったことも、腰椎椎間板ヘルニアの一つの、刺激になると考えられています。何か以前に椎間板ヘルニアになったことがあるんですか？はい、昔学生時代に椎間板ヘルニアになったことがあります。どんな症状でしたか？もう右側の腰から足先までがしびれて痛くて、横になってうずくまって見ていました。じーっともう動けないような状態でしたかね。はい。
本当にこれが若い方の椎間板ヘルニアの結構典型的な症状なんです。腰から足にかけての坐骨神経痛、痛みがひどい、ビリビリ電気が走るような刺激的な痛み、ちょっと体を動かそうと思っても響いてしまって体が身動き取れない。一方で触ってみるとその部分に鈍いしびれがあったり、嫌な感覚障害があったりしませんでしたか？はい、この痛い右側のふくらはぎあたりにしびれがあって、触ると妙な感じがしましたね。その通りですね。感覚の障害が起こってくる。ひどくなると実は足が動きにくくなったり、もっと進行すると小水や便が自分で出せなくなったりなんていう怖い症状も出てくるんですよ。その時は早めに病院に行きましたか？いや、病院に行くとなんか痛い検査をされそうで行ってないんです。実は、このように受診が怖いなとか、なんかもうちょっと様子見ようかなと言って受診が遅れてしまうことも多いんですが、適切に早く診断をしていただければ、それだけ早くに治療が開始され、早い時期に良くなる可能性も十分あるので、受診はなるべく早く行うことをお勧めします。検査が怖いとおっしゃいましたが、レントゲンや MRI という検査をすると椎間板ヘルニアの確定診断ができるんですけれども、これらの検査は実は痛くも痒くもないし、お食事をしていても検査もできるし、そんなに恐れるような検査ではないんですよ。そうなんですね。はい、安心ですね。なので、今は開業医のクリニックの先生方でもこの検査を持っている方もおられるので、なるべくヘルニアを疑った時にはそのような検査もできるクリニックも含めて、なるべく早く受診を考えてください。もちろんいつも相談している主治医の先生に相談することで、そこからヘルニアの疑いがあれば適切な検査機関にご紹介いただくこともできると思いますので、ぜひ早めの受診を心がけてくださいね。はい。先生、治療方法はどんな方法がありますか？もちろんこの椎間板ヘルニアで出ている症状や時期によっても治療法は異なるんですが、一般的なお話をすると、まずはその痛めている腰の安静ですよね。日中であればコルセットをつける。そして夜寝る時であれば腰の良い姿勢を取れるように寝具、敷物やベッドマットレス、そして枕、こういった寝具類を自分の体に合うように整え、リラックスした形で横になることが何よりの安静です。一方で飲み薬や湿布など薬剤を使う方法、ひどくなれば注射を打つとか点滴をするとか、または、リハビリテーションで適度な時期には動かしていくことも大事なんです。痛いからといって安静といっていつまでも怖がって過度に安静を取ることは決していいことではないんですね。その痛みが出た時にはお体を動かすような運動を徐々にし始めましたか？やっぱり最初はずっとうずくまって寝ていたんですけど、徐々に動き始めました。その動かすタイミングっていうのがとても重要で、なかなかご自分でそのタイミングを測ってもうまくできる時もあるんですが、失敗してしまうこともある。早く動かし始めすぎたり、逆に動かし始めるのが遅れてしまったりですので、専門の医師、整形外科医にそこは相談していただいて、安静と動かし始めるタイミング、これを適切に測ることが重要です。ご理解いただけましたか？はい、わかりました。はい。ではこの寝姿勢についてもう少し詳しくお話をしたいと思います。実は腰痛、特に椎間板ヘルニアで神経が圧迫されている時、重要なことは上を向いて寝ても横を向いて寝ても、また夜中に寝返りを打ってもなるべく腰に負担をかけない姿勢というのが大事なんです。そのために注意しなければいけない寝具、どんなものがあると思いますか？それは枕ですね。まさに枕がとても重要。そしてもう一つが寝具ですか？
敷物ですか？敷物ですね。布団やマットレスといった敷物、この敷物と枕との兼ね合わせ、条件がとっても大事になってくるんです。なぜなら痛くても毎晩寝なきゃいけないじゃないですか。その時に悪い姿勢で寝て痛いのと、良い姿勢で寝て夜間寝ている間にぐっすりと眠れるというのでは、朝からの疲労、痛みの回復度合いが違うし、眠れないと痛みに対する脳の感受性が強くなって、同じヘルニアの痛みでもより強く感じてしまうってことも起こるんです。ですので睡眠とても大事なんですね、ヘルニアの治療としても。枕は一人一人の体格に合わせるこの高さということが腰椎椎間板ヘルニアの患者様にとっても重要です。なぜなら枕の高さを整え、適度な硬さの枕を使うと寝返りがとてもしやすくなります。凹凸の枕はダメですよ。平らでフラットで、右から左、左から右、上向きから横向き、どんな体勢の変化をしても腰に力が入らないようにスムーズに体の向きを変えられるっていうことが大事なんです。経験あると思いますが、椎間板ヘルニアで苦しくて寝込んでいた時、腰を動かすのがすごく痛くなかったですか？はい、寝返りを打つのがすごく辛かったですですね。その時枕の高さをきちっと整えていないと、寝返りをする際に腰に力が入ったり、足で床を蹴ったりっていうことが、マットレスを蹴ったりっていうことが非常に強い力が必要になってしまうんですね。力をなるべく入れずに体の向きを変える。寝返りは人間の生理現象、必ず夜中に20回前後必要とされているので、その時に痛めている椎間板ヘルニアの腰になるべく負担がかからないように体高、体の向きを変えられるっていうことが大事なんです。多くの方が肩こりとか首には枕が重要と思っていても、よもや腰椎椎間板ヘルニアにも枕が重要とは考えていない方もいると思いますね。でも枕を整える、とても大事なことなんですよ。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。